割れ目が入ったら OK です。皆さんこんにちは、ホモサピです。もうすぐバレンタインデーですね。どうでもいいんですけど、 YouTube ではバレンタインにチョコ関連のネタを上げる風習がありますので、今回はそれです。チョコレートってカカオ豆からできてるじゃないですか。ローストして粉にして湯煎するとカカオ豆に含まれる脂肪分が溶けてチョコになります。チョコレートの根幹をなすのは油なんですね。油。女子たちはバレンタインデーに男子に油を手渡すわけですね。ってことは逆に考えれば油ぶち込めば何でもいいんじゃないですか。例えばここに落ちてるどんぐり、これでできんじゃね？秋に落ちたどんぐりでも春まで発芽しないので、冬でも意外と食えるんですよね。リスとかは食料の乏しい冬に食べるために秋にどんぐりを集めて森のいろんなところに隠しておきます。そしてそのほとんどをどこに隠したか忘れます。俺なら忘れませんけどね。ちなみにこれは食べられるどんぐりではありません。食べてみましょう。相変わらず毒の味がするな。毒は入ってないんですけど、タンニンが多すぎてクソ苦い。うわ、鳥のうんこ落ちてんじゃん。俺も後でうんこしときます。これがどんぐりの断面です。一見美味しそうに見えるんですけど、このどんぐりにはね、タンニンっていうめっちゃ激渋の成分が含まれてるので超苦いです。ただチョコレートって苦いじゃないですか。だからその苦味成分にこのタンニンを使おうかなと思って、この苦いどんぐりも少し取っていきます。メインは C の実を使いつつ、ちょこっとだけ苦味のあるどんぐりを混ぜましょう。前どんぐり取ったとこに来ました。おー、先客がめっちゃいる。今日のライバルはカラスです。ほら見てください、これマテバシーです。マテバシー。これもとりあえず食ってみっか。いただきます。はい、割って、これ虫食いだ。中身がない。これはちゃんと入ってました。こんな甘くなってる。待って。栗なんだけど、予想より甘くなってた。うまくね？もうこれでいいじゃん。どんぐりはね、落ちてからしばらく経つと甘くなるんですよ。甘くなるんですけど、ちょっとね、予想をはるかに超えて甘い。何これ？このマテバシーはですね、タンニンが少なくて食べられるどんぐりなんですけど、今回はチョコレートに使うので、スダジーっていうもっと甘いどんぐり探してたんですよ。このマテバシーこんなに甘いんだったら、マテバシーでもいいな。でも無限にあるね、これ。誰も取らないから、後でまた来るか。今スダジー探してるんですけど、なかなかないですね。街の中に生えてるどんぐりは全部人が植えたものなので、そのどんぐりの名前で検索して出てこないと生えてないことが多いんですけど、ここも生えてないかな。パッと見どんぐりっぽいんですけど、これはタイ山木って言ってね、全くどんぐりではないです。紛らわしい木をいっぱい植え上がるんですよ、行政は。もっと俺がどんぐりを食べることを想定して公園を作ってほしいですね。これはクスノキだな。クスノキトトロのやつ。あれはカラスですね。カラスは意外と美味しくて、けどね、鳥獣保護法で守られてるので、あえて逃げるのをね、見守るしかありません。もしかしてスダジーない説ある？なかったらあんだけ甘かったし、マテバシーでもいいや。クスノキの葉っぱです。可愛い葉っぱしてますよね。このクスノキはですね、食べると味は特にしないんですけど、爽やかな香りがします。この爽やかな香りはですね、おばあちゃん家ですね。おばあちゃん家に行った時の匂いするじゃないですか。あれ、タンスの中に入っている小脳っていう防虫剤の匂いなんですけど、あれがね、このクスノキから作られてます。かじった時の爽やかな香りはカンファーっていうクスノキの芳香成分です。これを虫が嫌うので、防虫剤として使われてます。見てください、見つけましたよ。これがね、タカサゴジーかツブラジーのどっちかだと思います。スダジーではないですね。スダジーではないんですけども、これもうまいですよ。うまいんだけどさ、下を見たらね、実が一個も落ちてねえのよ。やっぱ甘いから食べちゃったのかな。あった。これ C の実だ。発見しました。こちら C の実です。C の実は他のどんぐりと明らかに違う特徴があります。この殻みたいなやつ、カクトって言うんですけど、普通のどんぐりの帽子に当たる部分です。皮を剥きます。はい、取れた。ちっせ。殻に包まれてるんで、これペロペロしてもね、汚くないんですよ。しょっぱい？気のせいですね。大丈夫なはずです。見てください。虫に先を越されたみたいです。ちょっと C の実を取るには遅かったかもしれん。マテバシーならたくさん落ちてますからね。全然マテバシーで美味しいんで、この食べられる一部のどんぐりを除いて、どんぐりって基本的に超苦いんですよ。野生動物に全部食べられてしまわないように、こいつらは木の種なんで生き残りたいわけですね。ただクマはね、そんなのお構いなしに、とにかくエネルギーを溜め込まないといけないので、甘いどんぐり、苦いどんぐり関係なく食べまくります。俺もあんなの食べらんないからな。その点において俺はクマを非常に尊敬しています。今度山であったら敬礼しときます。ほら見てください。動物たちもね、食べるんですよ。こうやってほじくり回して食ってるんですよね、あいつらも。あいつらの場合はこのどんぐりより多分どんぐりの中にいる虫が目当てなのかもしれないですけど、見てこのツヤ。いいどんぐりですよ、これ。音も聞いてください。自然が奏でるハーモニーです。全国のどんぐりが欲しいみんなごめん。これは俺のです。さっき公園でどんぐり拾ったら何もしてないのにホモサピだってバレました。わかる人にはわかるんですね。ではまずどんぐり生き残り選手権を開催します。ボウルに水を入れて、どんぐりを入れます。
おー、かなりの割合で浮いてますね。水に浮かべて浮いてきたやつは虫に魂を売った裏切り者なので処刑します。裏切り者が人をバカにしやがって。普通に捨てよう。浮いてきたやつはね、空洞なんですよ。虫が中に食ってて。次はどんぐりをローストします。火をつけます。これは俺の料理専用鍋なので洗ってないですけど、家のフライパンでやる場合はどんぐりをね、死ぬほど洗わないとね、殺されますから気をつけてくださいね。こうやって浮いちゃってるやつとかは下に沈めてください。じゃないと熱が伝わらないので、たまにこうやって動かしてください。まんべんなく熱が行き渡るように。全部に割れ目が入ったら OK です。何これ？この匂いは。ちょっとシナモンおいで。はい、捕獲。あ、一緒だ。犬の足の匂いがするぞ。わあ、香ばしい香りがする。ここの香りがする。ここの肉球の裏。そしたら割ります。これはね、噛むのが一番早いです。どんぐりがこの向きだとしたら、ここのラインを丸く噛みましょう。はい、取れました。栗です。この作業だけはリスを尊敬しますね。どんぐりが全部割れました。これが食べられる方で、これが食べられない方。ちょっと1個食べてみますね。待てばしいから。お、完全に栗だな、これ。続いてこちら、クソ苦どんぐり。いただきます。苦いっていうかさ、なんだろう。舌が拒絶する。毒に近いね、やっぱこれは。吐き出せって脳が命令をしてきます。向き終わった殻です。これ撒いといたら多分ね、公園にリスがいるって騙せますよ。通行人を。次は粉にします。フードプロセッサーを使うのが一番早いですけど、つまんないので、すり鉢を使います。砕きます。ここが一番きちんだよな。ペンチ使うか。おいしょ。あ、ペンチいいな。こういう硬いやつは石臼でやると楽なんですけど、石臼なんか持ってねえからさ。一回ふるいにかけます。1時間ぐらいやってまだこれしか取れてない。もうちょい頑張るか。よし、できました。どんぐりパウダー。長かったここまでの道のりが。次はこっちですね。クソニガどんぐり。クソニガどんぐりも粉にしていきます。まだ塊多いけど、まあこいつはあんまり入れないからいいや。そしたらこいつもふるいにかけて、ちょっと様子見ながらね、混ぜましょう。ここで甘みと苦みのバランスを調整します。お、近い。チョコだ、チョコ。カカオ 75% みたいな味がします。後味が苦い、ちゃんと。完璧やん。やべえ、俺天才か？ 80 度ぐらいのお湯があります。すり鉢を浮かべます。これで、鉢がね、あちあちになってます、今。で、ここでカカオ豆の場合は中に溶けてるカカオバターがドロドロになってくるんですよ、熱で。けどこいつらはね、脂肪分をあんまり含んでないので、ココナッツオイル。バターでやろうかなと思ったんですけど、カカオバターみたいな植物性油の方が相性良さそうなんで、ココナッツオイルです。よいしょ。練り込んでいきます。もっとだな、油。少し砂糖を入れます。どんぐり自体が甘いんで、そんなに入れなくていいと思います。こんぐらいかな。こんなもんでいいんじゃね？そしたらこの味噌を型に詰めていきます。よいしょ。お、立ってる。これを量産していこう。オッケー。なんとかできました。これを冷蔵庫で冷やします。固まりました。なんかめっちゃさ、チョコよ。冷える前はこれどこの味噌だよと思ったけど、めっちゃチョコじゃない？食べてみます。俺の努力の結晶です、こいつたちは。いただきます。すげえ。めっちゃ舌触りの悪いチョコだ。口に入れた瞬間のヒヤッとした感じとか、噛むとスッていく感じとか完全チョコレートですね。やっぱ油を固めれば何でもチョコレートになるんだ。もうちょい砂糖かけた方が美味しいぞ、これ。すげえ、できたわ、どんぐりでチョコ。うまっ砂糖かけたら完璧にチョコレートになった。カルディで売ってるぞ、これ。やべえ、大成功なんだけど、マジで。どんぐりはチョコレートになるということで、本日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。また見てください。これマジで知り合いに配ります。